さあ、手の組み方は難しい時以外は組み方一緒なので、難しい時以外はサクッと解説していきますね。もちろんやってる周りの人の麻雀熟練度にもよるのですが、だいたい周りに一人は手がいい人がいるって仮定した時に、6巡目から12巡目の間に自分かそれ以外の人からリーチっていうのが基本的に入るって考えておいてください。さあ、今回も例に漏れず8巡目の右からリーチ入りましたね。こうなった場合は現物他の人のリーチの後に切った牌を基本的には切りつつ何もない場合や自分の手の進行を見て少し粘りたい時は筋だったり地の牌を切っていきましょう。で、今回は前の人が放縦してやり過ごしましたね。自分の手がそんなに進んでなかったのに点数が減ってないのは嬉しいですね。今回の手は悪くなさそうですね。やはり字が少なめで数字が多い牌はリーチに行きやすいです。今回も端っこと周りを切っていって素直に進めたら、2と4を持った3万待ちでリーチになりました。これで安泰かと思っていたら右の人から追っかけリーチ来ました。前回言った通り、リーチ後は手牌の入れ替えなんかはできませんので、このまま真っ向勝負するしかありません。あとは祈りながら戦いましょう。どうですか？前回は戦うことが前提だったので、ローンされても何も思いませんでしたが、守り方を知った今、ちょっとこの攻め合い怖いですよね。そうなったらまた麻雀が一つ楽しくなってしまいますね。さあ、その間に6万を私が捨てました。これで6万の筋に頼ると3万出しちゃう人いるかもしれませんが、今回はあいにく、その3万で待っておりますので、筋があくまで目安にしかならないこととかもこうやって冷静に見てるとわかりますね。お、自分で引けました。喜びもひとしおですね。こんな感じでリーチしていると先ほど言っていた守備はできなくなってしまいます。前局のリーチはいわゆる両面と言われる待ちではなく3万のみのカンチャン待ちでした。もちろんリーチではあるのですが、両面の待ちが2種類の最大で8枚あるのに対して、私の3万待ちは最大でも4枚しかありません。実際相手の先ほどの待ちを見てみますと、変則の3ピン、ローピン、チュンの3種類の待ちでした。もちろん3ピンなどは右の人自身がすでに3枚使っているので、種類ほど数は多くなさそうですが、全然私の方が不利っぽいのがわかりますね。さっきは運よく勝てましたが、素直にリーチ言えるときにリーチっていうのは、こうなってくるとなかなか考え物なのかもと、今回の課題として感じたところかと思います。もちろん前回までであれば、麻雀を楽しむことが目的だったので、別に守備なく攻め立ててもよかったんですけど、今回、守備の勉強をして、勝つための楽しくない麻雀をしてしまうと、今回のリーチ以外の選択肢もあるのかなというところを頭の片隅に入れておいてください。さあ、とか話してる間に右の人からリーチ入りましたね。今回は12巡目でちょっと遅めでしたね。ただ、欲しかったパーピンも同時に引きました。今回は手をそこまで壊さなくても済む、急走が現物になっているので、一旦自分の手をステイするという意味でも急走を捨てていきましょう。ここでパーソーが入って、なんとチーソーを切ればスッチーマン待ちのリーチができるようになりましたね。ここでプレゼンの内容をよく思い出してほしいんですが、順目として全然自分の手がリーチの人に追いついてなかった。だから守備という風に教えた流れでした。ただ今回はどうでしょう。チーソーは筋にも現物にもなってませんが、1枚切ってリーチと言えるのであれば、1枚切って攻めてみようじゃありませんですか。ありませんですからなんだ。で、先ほど言っていた一巡でリーチの人に追いつけるのであれば、攻めて行ってみましょうっていうことで今回は右の人の上がりになっちゃったんですけど、この攻守のバランスってのもまた麻雀の面白いところですね。今回は現物と1枚、ローンされるかもしれない危険牌で勝負ができたので1点攻めに転じました。これは講座でお話ししたマニュアル通りの攻めではありますね。ただもちろんマニュアルに従っても勝てる時と勝てない時ありますので、それであれば機械でもできてしまいますが、これから徐々に講座が進んでいくにつれ、強くなっている過程っていうところで自分のバランスを見つけていくっていうのもいいですよね。さあ、今回は自分に東が来ているので親ですね。徐々に場数踏んでいった皆さんであれば薄々感づいてるかもしれないんですけど、親は自分の点数が上がるだけじゃなくて、自分が親の時に上がったりリーチの手前の状態になった手になっていれば、ゲームを親として継続させることができます。今回私は27,000点ある2着目で、できれば上がって1位の32,200点を超えたいとこですね。で、上がっていきたいんですけど、手があまりにもリーチまで遠い。難しいかもしれませんね。って思ってたらもう早速1位の人にパッと上がられてゲーム終了ですね。で、2着だったんですけど、さっきの2着と違って1位の可能性もあっただけに悔しいですね。というところで後語りへ移動します。お疲れ様でした。はい、後語りです。今回は守備の方法を教えました。前回は3回麻雀を行った結果が、3着、1着、4着だったかな
なので、平均着順としては2.67 着ぐらいですね。で、守備を教えた今回は2回の麻雀平均でしかないんですけど、2回の平均着順が22の2着というところで、もちろんシチュエーションは違うので一概には言えませんが、守備ができた方が麻雀の平均着順っていうのはやっぱり上がってきそうですね。ただ、1位が惜しいタイミングもありましたし、スピードが欲しいタイミングもありました。なので、来週は皆さんついにポンやチーなどの泣きを教えていきたいなと思ってます。今回の麻雀に泣きがあればというところを振り返りも含めて来週お話ししたいと思いますので、ぜひ次回の動画を見に来てください。では、今週もお疲れ様でした。また来週。